してこいよっていう話はした覚えてますね。もう普通の投球フォームだったんですよね。初戦から先発行くよって言ったら、本当ですかっていう、そんな感じで初めてね。1月26日、今年の WBC に出場する代表30名が発表されました。その顔ぶれがこちらです。選ばれた選手の高校時代を知るべく、高校時代の恩師に聞く企画を実施しました。今回はヤクルトの高橋投手の高校時代の恩師である原田監督にお話を伺いました。高橋投手は1年生秋から台頭し、2013年の明治神宮大会に出場。2014年の選抜では優勝を経験。14年夏、15年選抜にも出場し、15年選抜では大会注目投手に上がりました。15年のドラフトではヤクルトから3位指名を受け、プロ入りの扉を切り開きました。その高橋投手は21年には4勝を挙げ、日本シリーズで完封勝利。22年には8勝とブレイク。そして23年の WBC 代表と順調に階段を上っています。そんな高橋投手の高校時代はどんな球児だったのでしょうか。原田監督が高橋投手を初めて見たのは中学3年生の時でした。投げない時はファースト守ってました。ただやはり楽しそうに野球をするなと。で、自分で打って走ってっていうタイプだったんですよね。楽しく野球する子やなっていう、もうそれが第一印象だったです。部屋に入りたいという意思があったと思うんですよね。で僕は見てね、その代わり覚悟してこいよっていう話はした覚えてますね。そして龍谷大平安へ入学。まだ最初からベンチ入りを狙えるような選手ではなかったのですが、体を鍛えれば楽しみな投手に移ったようです。やっぱりね、体の線が細かったですよね。ただなんかリズム感だとかね、バッティングに関してもそうですし、センスっていうのはね、やっぱりあるなと思いました。で、この数年後に鍛えていったらね、体ができて鍛えていったらいいなっていうふうには思ってましたね。高橋投手の代名詞といえば、右足を高々と上げる投球フォーム。最初からあのフォームではなかったようです。普通の投球フォームだったんですよね。で、彼はちょっとね、指を怪我してアップでね、で、練習に入れない、ボールが投げれないっていう期間が2、3ヶ月あったんですかね。で、その間にね、ちょっとこの柔軟性っていうかね、ここを磨いてきたんです、自分で。で、体がすごく柔らかくなって、でいつの間にか足がコーンと高く顔あたりまで上がるようになって、柔らかなったなっていうね、体の使い方がね、すごく変わってきたと。龍谷大平安といえば名物とも呼べるアップ。柔軟性や可動域を広げるなど全身を鍛えるトレーニングを行いますが、こうしたトレーニングで大きく伸びた選手の代表例が高橋投手でした。その柔軟性っていうのはね、自分でやるかやらないかですよね。もうやらされても自分でやらないと絶対、また自分でやったらすぐ向上しますからね。それを彼はやりきったものだと思います。原田監督が高橋投手を最も称えたのが性格面でした。基本的に彼の場合は明るい、非常に明るい、それと素直さ。もう嫌な顔をしたっていうのは見たことないですよね。こうして急成長を見せた高橋投手は1年生秋に主力投手の座を勝ち取り、秋季近畿大会優勝、明治神宮大会にも出場。そして2年生春の選抜では優勝を経験しました。高橋投手は秋の京都大会が終わって主戦投手が離脱した影響でチャンスが巡ってきました。原田監督はこのように振り返ります。近畿大会まで2週間あったんで、ちょっと高橋奎二はちょっとピッチングしろっていうことで、ピッチングをさして、その2週間でゲームを組んだんです。でそこに彼を掘らして、で刑事近畿大会ベンチ行くれって言ったら「本当ですか?」って言って、で初戦から「先発行くよ」って言ったら「本当ですか?」っていう、そんな感じで初めてね、こいつが近畿大会デビューだったんですよ、あの子は。で、一発目のゲームで
近江高校ですねこれ、見事にね8回ぐらいまで完封してくれて、見事に訪れたチャンスをものにした高橋投手は秋季近畿大会優勝、明治神宮大会にも出場、そして2年生春の選抜では優勝を経験しました。ここっちゅう試合、大きな試合、強いですよ。これは彼の持ってる性格です。乗りやすい性格だから僕らも近畿大会から乗せました。ブルペンでピッチングしてる時も刑事かっこええな、おいええで今日すごいよって、かっこええよって、頑張れよって言って毎試合送り出したんですけど、そこへグッと乗っかってくる子なんですよね。これは天性のやっぱ明るさとね、やっぱり強さ、ここの強さっていうのがあったと思いますよね。そして高橋投手は原田監督から赤ちゃんと言われていたのは有名な話ですが、この由来とは。やっぱりね幼かったんですよね。でふにゃ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 してましたから、ニコニコしてたんで、まあ可愛さ半分ですよ。それで赤ちゃん赤ちゃんって言いましたけど、で最初ねちょっと怪我をしたこともあったんで、もう願望やなっていうね、そんな思いで赤ちゃん赤ちゃんってニックネームつけましたけど、3年生春では大会注目投手になります。上級生のプレッシャーはありましたが、それを乗り越えてきたといいます。最後の夏は甲子園に出場できませんでしたが、この世代を代表する左腕の一人として注目されていた高橋投手はプロ志望届を提出。当時のことをこう振り返ります。彼の前にねスカウトの方が見えられて、やっぱ彼も意識しますよね、そこは。ですから行きたいっていうことは彼は言い出したですけれども、ただ現実的なことは考えてなかったと思います。憧れだったと思います。そしてヤクルトからサイン指名を受け、プロ野球選手の夢を叶えました。喜んでましたね。意中のね球団、だったと思いますけれども、やっぱり3位っていうことでね、彼がよっしゃプロに行けるっていうね確信を持ったと思いますよね。結構ヤクルトは熱心だったんですか？そうですね、熱心に来てくれてましたし、で当時のねヤクルトねのスカウトもねやっぱ若いスカウトであったので、でも甲子園でやった松山商業のね阿部っていう阿部さんが、この子が来てくれてました。でもう僕らもやっぱりね試合した仲なので、彼も2年生で当時投げてましたから、すごくそういうなんかこう親近感っていうのがありましたので、よく見てくれてましたね。一軍で結果を残すようになったのは高卒6年目の一昨年、そして高卒7年目の昨年は8勝を挙げブレイクします。原田監督はヤクルトの首脳陣への感謝の思いを述べました。体の線が細かったで、筋肉もそんなについてなかったし、だから僕はもう高校時代は子はもう柔軟性、もうそれでいいと思ったんですね。だから上行ってから数年で筋力をつけて体を強くする、それで腕が溢れてくるというね、その通りにね、プロでもねやってくれました。そこまでね今ね一軍の監督の高津さんがねまず二軍監督で彼を見てくれた、長い目で見てくれた。そして自分に上がるときにまた高津さんがね一軍の監督になった。これもやっぱり巡り合いですよね。だから彼にとっては非常にラッキー、非常にいい道を進んでいると思います。これも手厚くね高津監督は、彼を育ててくれたというね、そのおかげだと思いますよね。 WBC に選出された高橋投手、最後にメッセージをいただきました。順調に来てますし、本当に僕らはすごく嬉しいで、平安高校卒でねプロ野球選手になってくれて、活躍してくれて話題になって、やはり彼の中ではね非常にプレッシャーがかかると思います。その、プレッシャーをね天性の、明るさと素直さでね跳ねのけて、今後ますますのね
活躍、僕は期待しておりますので、もう一生懸命応援したいと思います。原田監督、ありがとうございました。高橋投手の今シーズンの活躍も願っています。高校野球 .com では記事として恩師が語るをより詳しく紹介していきたいと思います。